すれば不調の連鎖を止められるのかをテーマにお二方に伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。私たち協会は、姿勢を整えればうまくいくのではないかと思っておりますが、梅田教授いかがでしょうか。個々人その不調のレベルも違いますし、感じ方も違うという中でですね、これも生物にとっては当たり前のことで、我々生物はですね、常に S 字カーブというような言い方をしますが、警告反応期というのを経て抵抗期でですね、不調が顕在化してきています。で、その帝国反応期という我々がいわゆるまさに不調を感じている時期です。もしくは専門的な用語で言うと不定収素とかですね、有素状態っていうのはですね、中国医学ではしっかり定義されているような体が曖昧な部分っていうのがあるわけですね。で、そこをどう乗り越えるかが結局その不調に対してですね、ピリオドをつけれるかどうかになってくると思いますので、その有素状態、すなわち自分がセンサーになって自分で感じているその状態っていうのをですね、いかに正しく捉えるかっていうことも重要だと思います。例えばですね、思い込んでる方もいるわけで、その思い込みも2つあって、正しく感じている以上の不安を持っている人と、一方でもっともっと体は悲鳴を上げてるから感じた方がいいよっていうのに、自分は大丈夫だ、自分は運動してきたしこんなはずがないと思っているうちにですね、どんどん体が逆に悪くなってしまうということもありますので、やはりそういった点はですね、しっかり今客観的に自分の有素状態っていうのをある程度可視化できる時代になってますので、場合によってはですね、しっかりセンサーを使うとか、そういった客観的評価を行っているところもありますので、そういった視点でですね、自分を正しく知る、すなわち主観、自分の主観とセンサー、機器による、いわゆるデジタルを使った客観的評価っていうのをですね、比較していただくのがいいと思います。で、その比較においてですね、自分がだんだんどんな特徴かが分かってくれば、それに対してですね、どんな刺激でその状態を可視化できるかとかですね、何をすれば自分は体の状態がコントロールできるかとか、そういったことをね、知っていくと、よりいわゆるコンディショニングできることになりますので、例えばそのツールとしてベルトを使うとかですね、ある程度ショートカットできるようなツールにね、頼る時代だと思ってますので、その物理的なツールとしてはですね、体をある程度拘束するというようなベルトも有効ですし、それに対して今の世の中はデジタルがですね、非常に使えることになってますので、その両方をね、しっかり使っていくということが不調を理解して、さらにはそれをフィールドを打つというね、自分が納得した方法で近づけれるんじゃないかなと思ってます。やはりその不定収素が起こるということと姿勢ということが、関連深いんでしょうかね。そうですね。カスケード反応といって、その直接ダイレクトという前に、その間にですね、滝のようにいろんな関係があるわけですね。ですので、不定収素を感じているということはですね、我々の自律神経系に作用していると。で、それが内分泌系に作用していて、いわゆるホルモン系に影響を与えて、さらにはそれらは細胞伝達物質であるということを考えると、それが免疫系にも影響するっていうですね、このステップの反応で最終的にインプットとアウトプットでですね、不定収素を感じるとアウトプットでいろんな現象が起きてますけども、その過程があるのでね、それをやっぱりさっきのようにしっかり知るということがですね、そのしっかり知るというのも自分の感覚だけに頼るのが今までの時代。これからはツールを活用すればですね、それを客観的に知れる時代になってますので、そこで先ほどのセンサーやハード的な物質としてベルトなりですね、いろんな外部刺激に対して自分は先ほどのような過程でいうと自律神経に何が一番影響しているのかとかね、これも全て個々人によって違いますので、個別適合していく、そんなことができればね、不定収素に対しての考え方も変えられるんじゃないかと思ってます。なるほど。不定収素、やはり無意識の状態がとても多いと思うんですね。皆さん、私も出会って意識できてない方、感覚でさえも意識できてない方がとても多い。自分もそうでしたけれども、でそれはやはり体内の中で、不随っていうことがありますけれども、気づか
ちに血液循環しているし、体温調整しているし、そういうことが関連している。でも先生のおっしゃるように、今の時代はどんどんそれを意識できる形にしていくと早く気づけますよという感覚だけでもないですよということなんですね。そうですね。はい、今ね、ご指摘のように、はい、僕自身も目指しているのはですね、はい、やはりその無意識の状態をいかに可視化できるかっていうことをしないとですね、思い込みだけはね、ずっと変わらないので、やはり目指しているのはですね、デジタルだとか、そういったツールを使える時代になったからこそですね、見えない意識に働きかけると。その術として、そういったものはね、活かせないかと思ってるんですね。で、その見えない意識に働きかけるからこそですね、人は脳で理解して、おそらくね、行動が変えていけると思ってるんですね。で、その行動が変えるということによって、不定収束でですね、ほぼほぼ多くの方は過剰に心配してますので、結果的にですね、その見えない部分にしっかり可視化をすることで、働きかけることで、おそらくね、僕は心の豊かさまでつながってくると思うんですよ。はい。で、そういった基準をマスターしていけば、やはりね、過剰な心配は僕はね、いい方向に変えられるんじゃないかと。はい。それを多くの方にね、まずは経験していただくしかないんじゃないかと、はい、思ってるので、もう本当に気楽にできる時代になってるのでね、はい。まずは悩んでるんだったら、一歩二歩行動してみてね、体感してみればいいと。はい。そんな思いがね、強いですね。不調の連鎖を止める秘訣を教えていただきありがとうございました。